김정입니다. 今日は皆さんと私が大好きな料理作ります。ちょっとハードルは高いんですけれども、作った後にはポカ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 になる料理なんです。いつも変わらない엄마のキムチ餃子作ってみたいと思います。キムチ餃子はちっちゃい頃からずっと作ってました。おしまいの娘でしょ。冬休みになると韓国は寒い国なので2ヶ月も冬休みがあるんですね。冬休みが始まるとお母さんが最初にやる行動はこんなにでっかい小麦粉を家に仕入れることでした。冬休みのおしまいの食料だったんです。なのでキムチ餃子とカルグス、スジエビは毎日食べるものでした。その中でキムチ餃子はお母さんがバーンな大きにタラにキムチの具材を粘って作ると、そのタラに囲んでずっと餃子を作ってました。それを冷凍していつでも食べるようにしてくれましたね。その味は今も最高なレシピな気がします。お母さん10年前に癌で亡くなってるんですけれども、やっぱり1年ぐらいはそのキムチ餃子を食べれなかった気がします。おしまい誰もが作る気にならなかったぐらいにみんな心に大きな穴が開いた時期だったんですけれども、お母さんがいない韓国に初めて行った時にうちの2番目のお姉ちゃんがね、엄마のキムチ餃子一緒に作ってみないって言って、それで初めてお母さんがいないおしまいでそのキムチ餃子を作った日は忘れられない日ですね。その女の餃子、今日は皆さんと一緒に作ります。今日は料理ではなく勉強しに行きます。가시죠。じゃあキムチちょっと開けてみましょう。皆さん、古いキムチって酸っぱくなったキムチを古いキムチだと思えばいいですよ。泡が立つぐらいにやっぱり発酵してますね。じゃあこのキムチを皆さん、私はね、こんなに汁がいっぱいあるじゃないですか。ある程度しっかり絞ってから600なので、だいたい皆さんもし市販のキムチ買ってやるというようなことだったら1キロは必要だと思います。こう絞って、これで600です。これがキムチ餃子に入る具です。ひき肉はなるべく豚肉の方が私は好きです。鶏のひき肉でやってる家庭もいました。牛ひき肉はちょっと合わない。豆腐は絶対もめ。いつも春雨は水に戻して使ったでしょ。キムチ餃子だけはダメ。ニラはね、皆さん長ネギでもいい。もやしがその食感がいいんだけど、豆もやしダメ。豆もやしはまたその食感じゃない。普通だったら1袋なんだけど、家ちょっとだけまた半袋残ってて、全部入れちゃいましょう。とするものはニラとキムチしかない。ニラは皆さん餃子と一緒です。刻みましょうね。これは最後に入れます。細かく刻みますよ。まずもう適当でもいいので、こういうふうに 0.3 ぐらいにまず横切りしましょう。そしたらこれまた逆にしてまた切る。 0.3 ぐらいに。わかりやすいでしょ。じゃじゃーん、こんな感じでカットしてみましょうね。これでキムチもスタンバイ OK。 もやしさっと茹でます。沸いてから1分ぐらいでいいと思います。水はね、皆さんチャプチャプ入れなくていいです。じゃあ1分なったので火消して取り出しましょう。このまま自然に冷ましましょう。くりじゃっくりじゃっくり。あまり細くしなくていいです。ちょっとパラパラだけでもある程度長さあるでしょ。これはとことん水を切ることがキムチ餃子の美味しいキーポイントになるので、この3つ、キムチ、木綿豆腐、もやしだけ入れて2時間絞ります。この布が必要になります。このキムチパーンと入れていいけど、結構ボリュームあるので、ある程度ここでちょっと絞って、こんなに出るから、こうにしたら包みやすいんです。よし。このまま入れよう。ここに、もやし上に、ピャーン。水取って、ストレス解消。こうにした方が、水もっと出ます。絞ります。じゃん。ちょっと回して、こんなに出るよ、皆さん。やりました。こんなに出るんだよ、皆さん。これは一応捨ててから重いものを乗せましょう。あとこの上に物を入れましょう。水が出てもここにまた吸い込むと嫌じゃないですか。なのでちゃんとこういう下敷きを入れて、じゃじゃじゃーん、こういうの私は乗せます。
バランスとって。これで2時間起きますね。だいたい3時間やりました。たまにはね、私このままして寝て、次の日にやる時もあります。もちろん夏は危ないですよ。冬とかにはこのままして寝ちゃう時もあります。ぺちゃんこなりましたね。こんなに出ました。じゃん、もう豆腐とかもこんなにパサパサ。豆腐折れる。ポロポロ落ちます。すごく絞られてる感じしますよね。これから春雨茹でますけれども、じゃあ春雨入れて固めで茹でますので2分やります。硬くても心配しない。ここの水分全部捨ててとっても優しい子になってきます。皆さんここ忘れちゃダメだよ。本当にまたキムチ餃子作るときここ見てほしい。熱々のままを入れます。熱いものを入れるともっともっと水分を欲しがるでしょ。チョキンチョキンします。これね、皆さん、まな板でやると、えらいことになります。全部飛んでいきますし、芯が硬いので、なかなか切れない。この春雨は、ハサミじゃないと相手になりません。チョキンチョキン、いっぱいチョキンチョキンしましょう。じゃじゃじゃーん、こんな感じで。じゃあ、そしたら、味付けしましょう。唐辛子はね、皆さんここで入れなくてもいいです。辛くないキムチ餃子はもう美味しいので、チェロから始めましょうね。辛いもの好きなんで、うちはちょっと辛めに大胆に入れました。ごま油、じゃじゃじゃーん。醤油、胡椒。ちょっと多め。砂糖ね、ちょっとだけ入れ。甘くするものじゃない。これで皆さんいいんです。それで食べてみて、ちょっと薄いと思ったら塩フリフリで、엄마の味なります。春雨が水分もっともっと吸ってって言います。よーく混ぜ混ぜします。こうになったら、ここでちょっと食べてみてください。今の感じだったら3本指でちょっとだけ塩入れたいです。肉、また肉入れてもみもみしましょう。ニラ、最後にはニラ入れれば完成ですよ。ここは優しくしとけばいいです。これでキムチ餃子できましたけれども、皆さんキムチ餃子のこの具はそのまま冷凍すると水出たりするので、余ったら全部餃子にしてから餃子を冷凍してくださいね。じゃあキムチ餃子の生地作ります。皆さん市販で買ってもいいんですけれども、市販のものすごく薄っぺらでしょ。キムチ餃子スープ作るときにはやっぱりすぐ破けたりしますので、ちょっとね頑張って生地作ると冷凍するときでもとっても安心で、スープ餃子にはやっぱり手作りの餃子側にはかなうものがないですね。あと片栗粉を入れてもっちり感足したいと思います。だけどもちろん感いっぱい出したいから片栗粉いっぱい入れようになるとブッブー。片栗粉は適量を入れることで輝くものですので分量守ってね。塩を入れます。でちょっと滑らかするために油、これを私は水に入れて混ぜて入れてます。それで混ぜましょう。こういう感じで固まってきたら、ここからは手でやりましょう。パンとかと違って皆さんちょっと水が多いからって、ちょっと少ないからって餃子味がそんなに変わるわけではないので、1分ぐらいやりました。それでいいです。これでビニール袋に皆さん30分だけ置けば素晴らしい餃子側なるよ。スタンバイ OK。 熟成した生地出して、滑らかですごくいいです。これで筋にしても美味しいかも。これでカルボスしたら美味しいですね。これをねフォーみたいにやります。ちょうどいい感じだなと思うのでちょっとだけ切ってみますね。ここを測ってみると、3センチぐらいちょうどいいですね。こうにしたら不安ないでしょう。私と同じポを作ったことになります。じゃあこれをカットします。これも何センチかな？ぴったり2センチ。だいたい2センチぐらいの厚さ。慣れれば見なくてもささささできる。ちょっとこうに皆さんが丸くしてから、ここでこのまま押します。このぐらいだけ押しといて、また伸ばしますからね。じゃあこうに皆さんやっとけば離れておいて、小麦粉をパリパリやっていきましょう。まな板にも小麦粉しっかりやっといて、ポンにもくっつかないと思うけど、一応ちょっとだけ作っときました。伸ばすときには、皆さん、中華みたいにまん丸いらない。
だって韓国の餃子はまんじゅうみたいに作るでしょ。なので形がちょっとちぐちゃくなっても、わからない。これ、上下にあんまり力入れなくてもいいです。伸びます。やります。これを90度回します。それでまた上下でやれば、ある程度丸くなってます。これでいいの、皆さん。いつもはだいたい8センチぐらいになってますけれども、今日は9センチ。ベリーグー。8センチから9センチのものを作りましょう。そしたら、ヨンジョンさんのキムチ餃子の皮って結構しっかりして厚みがあるんだね、というのことがわかります。皆さん作っといても、ちょっとだけはかけといてね。一人でやるときには音楽かけながらもやってます。じゃじゃじゃーん。じゃあ、いよいよ作りましょうか。硬い感じしますよね。そう、水分が全くない状態が。これが蒸し餃子、スープ餃子した時、一番ちょうどいい水分になります。実際見てないし、何よりね、せっかく私と同じ具材、同じ皮作ったのに、ここが少なくて寂しい味が一番悲しくなります。そう、許せなくなるんです。皆さんじゃないですよ。自分の教え方が。どのぐらい入るのか、ちょっと測ってみます。30g。こんなに持ってるけど、これ押していきましょう。30g 入れたら余裕あると思う。ここポカーンと出ないようにしてくださいね。こうに折ってやるときに邪魔になるので、逆にこうに手で押してもいいぐらいです。そしたら、これを普通に自然に半分に折ります。自然に半分に折って、手作りの皮なので、くっつきもいいんですよ。だけど皆さん見るとね、これもこうに引っ張りながらやるの。しないでね、すべて自然にこのまま伸ばすこともなくくっつけてください。そしたら、ここもポカーンと出てる。じゃじゃじゃん、ここもポカーンと出てる。こんなにおでこ美人の餃子、ここまでできました？素晴らしいです。じゃあ、そしたら、ここに立たせてください。立たせてまやってください。もちろん、かっこよく、ワイシャツの殻は立たせましょう。かっこいいでしょ？かわいい餃子できました。皆さんも私と絶対同じ形の餃子。みんな同じ大きさの餃子。できます。じゃじゃじゃーん。こんなかわいい餃子できました。半分ぐらいはこのまま冷凍します。じゃあ終わりました。このぐらいね、生地残ったの。これもね、一つの楽しみ。これ伸ばしてうどんして一緒に入れましょう。じゃあここ見たらこんなにいっぱいできましたよ。だいたい30個ぐらいになるけど冷凍しておきました。そしたらこんなに冷凍したものは冷凍してそのままスープ作ってもなかなかこの皮を破けたりしないので、冷凍食品完成。今日はスープ作る4つぐらい置いて冷凍したいと思います。飛ばしていきます。厚さ皆さん好きなようでいいんじゃないですか？うちはちょっと薄めでやっていました。これでカルピス作ろう。まな板に広げて、だし汁は最後に作り方の動画見てみてくださいね。700ml ぐらい。やっぱりスープしっかり飲みたい。ネギとか椎茸入れるといいでしょう。カルピスも今入れちゃう。だけど皆さんここでね、一つお願い。ポイントですね。餃子が重いんですよ。本当にね、まんじゅうみたいに重いので、そのままほっとくと鍋とかにくっついちゃう。それで、あれと思った時には遅いんです。もうお尻に穴開いちゃいますので、ある程度小麦粉に火が通るまでは混ぜてあげてください。30秒ぐらい。冷凍の餃子だったらやっぱり入れたら7分8分しっかり茹でましょう。椎茸とネギも入れて、味付けは塩で十分でしょ。ジュジュジューン。お尻傷ついてない。よかったね。じゃじゃじゃーん。できました。この小姉妹の女の餃子、皆さんと一緒に食べてまたお話ししたいです。ぜひ、ヨンジョンの白菜キムチ作ってるでしょ？そのキムチ酸っぱくなったら作ってみてくださいね。まず、伸びないように、シュクシュク、カルピス食べてくださいね。餃子食べるときには丸いでしょ？この中で食べづらいので、韓国の人もちゃんとお皿に出してスープ入れて、この中でここに割って具がたくさ
さん詰まってるでしょ。またもう一つの食べ方は、うちの越目兄はいつもお皿に餃子そっと出して、これを蒸し餃子だと思って食べてました。唐辛子かけた醤油をちょんちょんつけて食べる味が大好きでしたね。最後まで見てくださってありがとうございます。우리 다음에 더 재밌게 놀아요. 우리の2番目のお姉ちゃんがね、엄마のキムチ初めてお母さんがいない越前でそのキムチ餃子を作った日は自分の엄마の餃子、皆さんうちの엄마の餃子、韓国の基本のだし汁の取り方です。韓国は基本ね、煮干しでやります。なんで煮干しと昆布、まろやかな味を足すために長ネギの青いところを入れるといいですけれども、青い長ネギがない時には玉ねぎを 100g ぐらい入れるといいですよ。もし人参とかちょっと残った時にそれ一緒に入れるのもいいでしょう。煮干しはね、サイズがちょっとバラバラになってるけど、皆さんが普通にスーパーで買ってる中サイズの煮干しを20個ぐらい入れればいいと思います。あと昆布は測ってやりましょう。10g あればいいでしょう。もちろん温取ってやるのもいいですよ。でも私はそのままずっと入れてきたので、そのまま入れてやります。だし汁の水は 1.5 リットルから2リットルでいいでしょう。ネギも割って入れます。煮干し、昆布もちょっと長かったらカットして入れましょう。じゃあこれで沸騰するまで強火です。沸騰してきたら火をやや弱火。この表面見てね、皆さん、この少しはブツ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 する感じにして、ここから蓋閉めて15分やります。じゃあ15分経ちました。皆さん、これね、やや弱火でも、これ表面見て、これ覚えてくださいね。今みたいにグツ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 、少し元気いいでしょ。このままずっと15分です。火消します。色も見ましょう。あ、この色ならもう納得。このスープがあれば、スンドゥブチゲとか、韓国の天ジャンチゲ、キムチチゲ、カルグクス、何でも美味しいスープ料理、麺料理できます。これが韓国料理のどこでも使える煮干しと昆布のだし汁です。